エルデンリングには様々な月光剣が登場する。ラニとの誓い、アンゲスの体験からラダゴン作る黄金律の体験、これぞ月光。鞘の内で光を帯びる束の間のガチンから、果ては死の力宿るマリケスの黒危剣に至るまで、過去作から代々引き継がれるお約束武器、月光剣。竜由来の力を引き継ぐ剣ですね。そんな月光剣には一貫する特徴があるんです。そう、月光剣は波を放すんだ。月の力つったら飛ぶもんよ。これはキングスフィールドの時代から続く伝統、森の竜からもらうムーンライトソードに始まり、最近だと AC6 でも衝撃波出してましたね。AC は冗談として置いといて、とにかく竜の力イコール波動。そして波動の中でも特に飛び道具の側面が強いのが月の力だ。つまり月の力は竜の力のうちでも異端に属するものである。分かりやすく天体に例えると太陽と月のような関係にあたる。大正義本家は衝撃波を特徴とする。彼らは俺が太陽だと主張するかのように何かと爆発しがちだ。神の怒りや竜王の斧の衝撃波、カタリナ戦士やトマトちゃん2期が所属しているグループですね。筋肉命、魔法アンチ、俺たちハベルの戦士たち、流体化した時しかり、とにかくやかましい陽キャ連中である。そんな陽キャグループとは異なる流れを持つ、いわば文家にあたるのが月光グループである。とにかく彼らは学者としての側面が強く、基本的に遠距離に向けてビーム的なエネルギーを飛ばしがちだ。一応デモンズには進行で威力の上がる異端の月光剣枠、月明かりの体験が登場するが、衝撃波を放す機能はなく、おそらく純粋な月光剣ではなかろう。月光とは筋肉でも進行でもなく学問なのだ。何にせよ竜と月光はセットの概念、30年前の始まりからそうなのだ。故に今でもそうである。ただし AC は知らん。そんなわけで前回はざっくり竜の力をまとめて月光剣と称し、我々考察班はムーンライトと思われる容疑者を数々取り締まってきたが、たった一つ見過ごしてしまった忘れられし奇妙な月光剣もどきがあったのだ。それがこのアッセールの薄羽。月光剣の特徴を持ちながら明らかに異様な一振りの剣だった。アッセールの薄羽、星の魔力を帯びた薄羽の剣。特に強攻撃は魔力の硬派を伴う。かつて永遠の都を襲ったという暗黒の落とし子の異物から作られた。アッセールという名の暗黒生物から作られた一振り。注目すべきはこの一文だ。星の魔力を帯びた薄羽の剣。強攻撃は魔力の硬派を伴う。出ました。そう、硬派を飛ばせる武器なんよ。なるほど、アッセール君の正体は竜なんだね。ってなんじゃお前、竜じゃなくて骸骨。カーサスの墓所にもこんなやつおったけれど、明らかに竜とは言い難い。月というより暗黒パワーに満ちていた。これどういうこと？まず最初、月光剣の定義から見ていこう。文字通り月の力で硬派を放つ武器のことだ。ではまずこの定義から疑っていこう。アッセールの薄羽同様、月の力によらず硬派を放つ武器が過去シリーズに登場していたかどうかだ。答えはイエス。それがこの裁きの体験だ。鳳凰サリバーンの持つ左手の剣、月の裁きを称する儀式剣であるが、その魔力は月よりもむしろ魔術に近い。暗い月よりもなお暗い青色は魔術師サリバーンの本質であったろう。その闘神は構えにより暗い魔力を帯び、強攻撃で横なぎの硬派を放つ。暗い月よりもなお暗い青色、どうやら月の力を月光によらず再現することは可能らしい。サリバーンにまつわる何かのアイテムに神を語る二枚舌がどうたらこうたらみたいな一文があったはずなんで、多分月の神を偽ることでも月光っぽい硬派は生み出せるようです。なんてこったこの薄はき。だけどこれ逆に言えばアステールの薄羽にも同じことが言えるのかもしれないってことだよね。つまり月の光によらずとも月光もどきを作ることが可能。エフェクトも何やら似ている気もせんでもないし、それがもしかしたらアステールの正体を暴く鍵になるのではなかろうか。過去作を持ち出すなって意見もあるやろけれど、だけどそれ言うと月光剣の考察自体がファンサダロの一言で肩がついちゃうんで、その辺は言わないお約束でお願いします。ロマンで考察語るはナンセンスだが、ロマンを失った考察は死んだ考察だけだ。では行こう。そもそもアステールって何なんて話なんやけど、どうやらこれは個人名じゃないようです。どうも大昔から存在したアステールの名を冠した偉大なる古き神々だったようです。しかもただの神じゃない、破壊神、外宇宙から狭間の地に飛来した異形の種族だったんですよね。巨大なシャレコウベにワームのような体、顎には角、背中には虫のような羽、尻尾には鋭い爪も生えています。もはや訳がわからん生物よ。俗に言うキメラやな。一応ダクソにもこれと似た生物が存在します。それが霊廟の聖獣。顎の角は額に、鋭い尻尾も同じ。おまけに背中にある4対の翼も一致しています。だからなんだという話ではありますが、とにかくこいつの本質はキメラ生物だということ。そして狭間の地にはこんなものが何体もうろついていました。はい、勘弁してほしいですね。勘弁しません、ごめんなさい。そう、永遠の都のクローンはこいつらがやってきたことによって滅ぼされちゃってるんですよね。仕方ないね。アステール・メデオ、虚空から小隕石を呼び大量に落下させる。それはアステールが永遠の都を破壊し尽くした力である。あら大変。人ならざる神、俗に言う上位者なんでしょうね。頭蓋の割れ目から脳に瞳らしきものが見えるのは実にブラッドボーン味があっていいですね。あとは指の数が人間より多いのも神様ポイント高いっすね。これはアメンドーゼや竜の神など、とにかくフロム作品系列における上位者の特徴です。ドンショクドラゴンも忘れるな。何にせよ古い神なのは間違いありません。そしてそんなアステールにまつわる武器がこいつ、アステールの薄羽、硬派を放す極剣でした。でもなんで硬派が出るん？さっきも言ったけれど硬派は月の力、でもアステールの力は月の力じゃないんです。テキストには星の魔力を帯びたと明記されています。何この変な武器。月の力の象徴である波の特性を持ちながら既存の法則性を無視してるっていうね。いや待て、
てみて。そもそも星の力ってなんやねん。そっからまずは整理しよう。エルデンリングでは星に関する記述が大量にあります。というのも星見と呼ばれる人らが星を観察して研究しているからですね。ではその星の力とは何ぞや。なぜ星を研究しようとしていたのか。先に結論を言うと、星の光には運命を定める力が宿るとされていたからだと思われます。俗に言う導きっすね。それを示すのがこれ、成功のかけら。青く輝く儚いかけら。束の間に流れた成功の残滓。使用により FP をゆっくり回復する。かつて永遠の都では制約の材料として珍重されたという。 FP は意志力を数値化したもんですね。これを消費することにより戦技が使えます。つまり星の光イコール意志となるようです。なるほどね。星の光に導かれるってことでしょうか。なんだかロマンチックでいいですね。で、そんな成功のかけらのさらに上位互換に当たるのがこちら、琥珀の成功。琥珀色に輝く儚いかけら。成功が運命を司るとすれば、琥珀色のそれは神々の運命であるとされ、特別な制約の材料となる。人のみで口にすることはできない。琥珀色の光は神を導く運命だそうです。琥珀の光で神様を好きにできちゃうんですか。できます。やったぜ。現に魔術教授セレブスにこのアイテムを渡すと、神の力を持つデミゴッドラニーを傀儡にできちゃうほどの力を持つ薬を作ってくれます。やったぜ。実際ラニー飲ませようとすると、お前の息は臭すぎる言うて殺されるから、本当に傀儡にできるかまではわからないけどね。それはそれでご褒美ですね。ありがたやありがたや。で、実はね、介護官の成功のかけらにも同じような力があるらしくって、意志を植え付ける、いわば人を傀儡にする際にも使われていました。ゲーム中では同胞ネフェリルーに飲ませて傀儡にしちゃうことができるイベントがあったりします。琥珀色の星の光は神々の運命を、青色の星の光は人の運命を握っているわけだ。つまりまとめると、星の光の力は他者に意志や使命を与える効果があるようです。星の導きあらんことってよく言いますもんね。一応補足として星には質量の力もあります。というのもエルデンリングの魔術には様々な系統があるんだけれど、その中に重力魔術っていう不思議な系譜があります。で、どうやらこれもまた星にまつわる力のようです。どれもこれも星を相手にぶつけたり、質量で引き寄せたりと、レアルカリアの他のオシャンティズムな魔法とは一転、質量イズエネルギー集めてぶつけて大爆発って感じの魔法でした。じゃあレアルカリアの星マニアがこぞって研究していたかというと、どうもそうじゃない。みんなが興味あったのは星の光、重力にはあまり興味がなかったようです。というのも、誰よりも先に星の持つ質量の力に注目していた魔術師トープスって人がいたんだけれど、やっぱ学院では今一つ評価されてないんですよね。それを示すのがこれ、ドン好きのトープスが生涯をとして探求した魔術、トープスの力場。魔力の力場を生じ、魔術や祈祷をそらす。後の世の人々は知るだろう。嘲笑の対象でしかなかった理論は新しい教室にも値する発見であった。これは明らかに重力とか相対性理論に属する研究だよね。でも見えないものほど理解されづらいのは現実でも同じ。光ばかり見つめて盲目になっていた学者らにはトープスの理論が見えなかったわけだ。つまり狭間の地はアインシュタインを迎える準備ができていなかったのである。オケ、星の力は分かった。じゃあ月の力はってことで紹介しよう。レアルカリアの魔術学院。この人らは星研究のスペシャリスト集団であり、非常にインテリジェンスな学者集団でした。で、そんな星マニアの集団ならば当然月だって研究したやろと思うかもしれまへんけれど、答えはノー。なんと月の研究はあまりメジャーじゃなかったようです。それを示すはこれ、ラズリのローブ。レアルカリアの魔術学院の中でもラズリの教室に学ぶ者たちのローブ。カーリアの魔術を収めんとする彼らは月と星を同等に見る異端であり、満月色のローブをまとう。そう、このパジャマみたいなローブの学生たちは学院内で異端とされていたようです。それ月と星が実質同じって言ってるぐらいなら異端と言わざるを得ないわな。でもラズリさんちが満月色のローブを着ていたことからも伺えるように、彼らは月の持つ性質のうちでもこと月光に着目していたことは間違いありません。月光すなわち光、星の光も月の光も同じ光には違いない。そういう理論ならば星と月を等しく扱うラズ理論もわからんではない。それでもだいぶ苦しくはあるけどな。てのも発生原理の部分、星の光と月の光がどうやって生み出されるかまで考えると、両者は全く違う代物なんだよ。星、いわば太陽は自分で光ることができるんだ。ドカーンと最初に言った神の怒りみたいに自分自身を薪として燃やすことができるんだ。でも月は違う。自分で光ることはできない。何かに照らされ初めて光るのが月光です。つまり本来光るはずのないものさえ光らせる力、これが月光の秘密を解き明かす鍵だったんじゃなかろうか。ついに来ました月光波、冷たい我らの導きは。ソウルシリーズには無数の月光の概念が出てきます。しかしその月光には純度というかそれぞれ加工度が存在しているようです。その中でも最も始まりの月の光に近いとテキストで明記されているのがミディールの月光、闇に輝く魔法剣。逆に最初に紹介した裁きの体験なんかはかなり加工度の高い部類だと言えます。つまり純粋な月光ではないわけよ。例えるならばミディールの月光がタラバガニだとすると、裁きの体験はもはやカニカマレベルです。カニカマ美味しいよね。じゃあその月光の純度を決めるものが何かと言ったらあれじゃない？月を光らせた最初の光が田舎じゃない？そう、我々って月光の力を一括りにしがちだけれど、月を光らせてる方の力を月光と呼ぶのか、月の光で反射した光を月光と呼ぶのか、あんまり意識してないんだよね。なんなら水面に反射する月の光でも月光って表現するよな。真夜中の静かな海、月の光が生み出す道をムーンロードって言うそうです。ロマンチックですね。じゃあこのムーンロードって何？月の光ですか？そうですよね。そう、我々って実は直接届く
く月の光と反射して届いた月の光を区別していないんですよ。プロムシリーズに様々な月光圏が存在する理由ってそこじゃね。で、ここから月ってさ、なんで光ってるん？そもそも月光を生み出していた光って何？答えはシンプル。太陽ですよね。そう、月の光って突き詰めると太陽に行き着くんよ。これがアステールを解き明かす鍵なんです。最初にアステールは星の一族と言ったよね。でも彼らは暗黒の星々、アステールっていう正式名称から憶測できる通り、光を持たない星々だったんだよ。恒星以外の星、いわば隕石のような存在。おそらくその本質は生命よりも法則とか概念に近い存在だったんだと思います。アステールメテオ、虚空から小隕石を呼び大量に落下させる。それはかつてアステールが永遠の都を破壊し尽くした力である。古い神アステールと言いつつ、なんかその本質に自然災害というかあんまり人間味を感じないんだよね。シャー内感というか、神って基本そういうもんだよねっていうな。おそらくはもともとアステールさんなる何者かが召喚した神の力、つまりが宇宙から呼び寄せた星の一部だったんだと思われます。一応枯れたアステールの近くに隕石アサリがいるんですけれど、こいつらの持つ扇の重力石のテキストによると星呼びを自称してるんですよね。だからこいつらが召喚してるって可能性もあります。でも細かいことはさておき、概念の擬人化、重力ちゃん、質量ちゃん、暗黒の星々アステールちゃんくらい雑な捉え方でちょうどいい存在だと思います。どうせ正確に正体つかもうとするほど間違った結論に至るの目に見えてるからな。にせよこの暗黒の星々ちゃんはいろいろ文明を破壊しつつ神様をやっていたようですが、どうやらある時彼らのうちに異端児が発生したようです。それが暗黒の落とし子アステールでした。暗黒の落とし子の追憶、黄金樹に刻まれた暗黒の落とし子アステールの追憶、遥か彼方光ない暗黒で生まれた星の異形、それはかつて永遠の都を滅ぼし彼らから空を奪った悪意ある流星である。そう、落とし子無数にいる暗黒の星々アステールちゃんとは違い、ここにいるこいつだけ違う個体なんよ。差異があるんです。ダークソウルで例えると、他が固有ならばこいつだけ違う、例のハゲシースくらい違う。他のアステールちゃんを説明するテキストからはなんか無機物的な印象を受けるのに対し、落とし子には確実に意志があったことが明記されています。そう、悪意があった個体なんですよ。悪意ある流星ですね。この邪神アステールちゃんが狭間の地で大問題になったようです。てのも狭間の地の古い文献の至るところにこいつらしき存在の記述が残ってるんですよね。エインセル川の下流に広がる腐れ湖は外なる神の一体、その神聖の封印の地であったという。そう、邪神アステールちゃんはなんかやりすぎちゃったせいで封印されてしまったようです。ドロップキックしてる場合じゃねえぞおい。とにかくこの悪い子アステールちゃんは他の星々ちゃんとは違い、桁違いの災害を引き起こしたようです。では悪意の人類滅亡アステールちゃんと善意の人類滅亡アステールちゃんの違いはどこにあったんでしょうか。キーワードとなるのは落とし子。エルデンリングにはたびたび落とし子と呼ばれる存在が登場します。そんな彼らの持つ特性の共通点から悪い子アステールちゃんの正体をつかめるやもしれない。というわけでちょっと寄り道、そもそも落とし子とは何なのか別角度から見ていこう。一般的に落とし子って言ったら王とか権力者が仮想階級の女性に産ませた子供のことを言います。神と人のハーフという点ではデミゴッドなんかも落とし子と言えるのかもしれない。で、フロムシリーズにおける落とし子代表はヘビです。永遠の存在たる古竜に対しヘビはその落とし子、竜のなり損ないとして描かれてきました。そんでエルデンリングでもそのお決まりは伝統として踏襲されていました。紹介しよう。狭間の地におけるヘビの名産地、寄ってらっしゃい見てらっしゃい。宝冠来カードを明日火山館。ここでは忌まわしい儀式によって落とし子たちがわんさか生み出されていました。それを語るはこれ、Aグレー聖堂のヘビの抜け殻の下に祀られているヘビの羊膜だ。ヘビの羊膜、忌まわしい生誕の儀式の落とし子が母の体内で包まれていた羊膜、いつまでも乾くことなく湿っている。想像するまでもないまともな生まれ方などしていないはずだ。で、そんな儀式の末生まれた落とし子代表が導き手ラーヤだった。狭間の近く地を放浪し火山間で活動する英雄を導くという役割を担っている招き手の少女である。見た目は若いのになんか腰曲がってるなって思うよね。それもそのはず、なんとラーヤは人の姿と蛇の姿を切り替えられる蛇人よ。このラーヤをはじめとして火山間には同じようなフォルムの蛇人たちがわんさか登場します。みんなラーヤ同様蛇の羊膜から生まれ落ちた忌まわしき儀式の子らだと思われます。で、ここで不思議なのが彼らが人に変化する能力を持っている点。蛇のお母さんから生まれるならば蛇になるに違いない。なのに蛇人よ、これは不思議すぎる。さて落とし子の定義に戻ろうか。落とし子とは高貴な存在と下級存在の間に生まれた子のことだ。で、蛇がお母さんだとすると人のパパがいたはずだ。しかし蛇人の数に対してなんかそういう人も見当たらない。これはどういうことだ。さて火山間には人を拉致して連れてきた痕跡がある。彼らがどうなったかだけど、おそらくそれが先ほど話した忌まわしい儀式につながるんだと思う。つまり強制パパの刑よ。いや、そんなにいいもんじゃなくて悪い意味でいいこと。つまり儀式に贄として捧げられ蛇の落とし子として生み直されちゃったんじゃなかろうか。そう、ラーヤは自分の出生の秘密がおぞましいものだと薄々察していたようだけれど、主人公に蛇の羊膜を見せられてそれが確信に変わってしまうんだ。自分が元生贄捧げられた犠牲者だったってこと。さらに火山間の奥ではこんな位牌も見つかります。蛇人の位牌、蛇人の霊体を召喚する。溶岩の鞭を振るう異形の蛇人の霊体。遥か昔からゲルミア火山に救う老蛇はデミゴッドを食らい蛇人どもを生み落としたという。このテキストからも分かるように蛇人たちの生みの親はゲルミア火山に住む老蛇らしい。で、このデミゴッドを食らうという行為は作中では最上級に近い背徳行為とされているようです。つまりライカード自身も蛇に食われ
て蛇に転生したおぞましきヘビンチュだったのである。でも一番おぞましいのは出生の秘密以上にヘビンチュになってなお彼らが人の心を持っていたことに違いない。ラーヤはね、自分の生まれが気になって調べた結果、ヘビンチュ誕生についての真実を知るんだけれど、その結果深い葛藤に苛まれるんだ。かつて自分を贄とした敵タニスと、それでもタニスのことを母と呼びたい思い、知らなくてよかった真実、知らない方が幸せだった事実だが、それを知らねばやはりラーヤは満たされなかったのである。呪われた家族愛ではあるが、それでこそ呪われた種族にふさわしい。さてこのラーヤイベントはさておき、この一連のイベントは落とし子がどういう存在なのかを端的に表しているはずだ。ラーヤが蛇の羊膜から生まれた落とし子だった以上、ライガードだけが例外ということもあるまい。奴は神でありながら己を煮えと老蛇に捧げ、その末にヘビンチュとして生まれ変わった落とし子であったのだ。そんな神を飲みし、蛇の罪深さを端的に表したテキストを紹介しよう。ダークソウルより貪欲な銀の蛇の指輪、竜のなり損ない蛇をかたどった銀の指輪、敵を倒した時に吸収するソウルを増やす。蛇は己よりも大きな獲物を丸飲みにする極めて貪欲な生物としても知られている。課せられた枷を良しとしないならば時に貪欲も必要だろう。まあありたいと願った姿を目指す方法は人それぞれだ。だが罪深い望みには呪われた道がつきものである。生まれるべきではなかった落とし子らが正しく生きるを望むならば、それは世界への報復にもなるんだろう。暗黒の落とし子たるアステールも同じだったんじゃないのかな。さあ戻ってきたぞ、暗黒の星々アステール。そこからはみ出した外なる神の一体、暗黒の落とし子アステール。問題はこいつだ。様々な生き物を取り込んで今やキメラとなっているが、おそらくはもともとヘビやワームのような生き物であったんだろう。落とし子の星々、暗黒の落とし子、その体を形作っていた色とりどりのくず星が連なっている。多分これまでの落とし子同様、飲み込んだ星々で肉体を構成する文字通り宇宙ヘビみたいなやつだったんだろう。コスモすぎて実感わかへんけれど、まあ基本生き物ってそういうもんやしな。僕たちの肉体も結局は星のかけらの集合体には違いない。でさらにこいつの経歴を、それはかつて永遠の都を滅ぼし彼らから空を奪った悪意ある流星である。そう、落とし子アステールは確かに悪意を持っていた。それはすなわち満たされぬ貪欲の裏返しであろう。では一体何に飢えていたんでしょうか。ポイントは永遠の都から空を奪ったの一文である。そう、空を奪ってるんですよ。空を奪うってどういうことって思うけれど、具体的には永遠の都が奪われたものについてはこっちのアイテムに明記されています。ノクステラの月、永遠の都、ノクステラの秘宝、それは彼らがなくした黒い月を模している。ノクステラの月は無数の星を従えていた。これなんじゃない？確かに空から星がなくなれば空は真っ黒になるよね。つまり落とし子アステールは月を飲み込み永遠の都から空を奪ったわけだ。で暗黒の落とし子アステール、その名から分かるようにアステールは暗黒なんよ。ならばこそ自分には足りないもの、すなわち光を求めて月を飲み込んだんじゃなかろうか。ちょっと規模感がコスモすぎますね。分かりやすく言うと、私暗黒のアステール、あんなお月様のように輝きたいわ。だからよし、骨の髄まで月を食らってやろう。そんな感じちゃいます己よりも大きな獲物を丸飲みにする極めて貪欲なまさに蛇のような存在であったわけだ。心情描写もクソもないんですけれど、今までの落とし子らの行動原理からするとそうなっていてもおかしくはないよねって話です。光を求めたからこそ月を食らったわけである。何にせよ月が奪われたのは確実やねんから、その辺でしょ。悪のアステールちゃんがどんな思いで月を食らったかは知らへんけれど、何にせよ光を求めたからこそ月を食らったわけである。アステールの薄羽の月の力はこっから来てるんじゃない？結論を言います。邪神ちゃんは月を食らったことで偽りの月光を放つことができるようになったのである。なんだって思うでしょうが、ダークソウル3でも実は似たような展開が起こっています。暗い月の神グウィンドリンを食べたエルドリッチがドリン君の技を使ってくるんですよね。だからこの月光波は失われたノクステラの暗い月、その力の残滓なんじゃないか説ですね。悪くない。これが月光波の理由だ。で終わっても考察としては悪くない。だけど別の読み解き方もできることに作ってる最中気づいてしまったんですよ。いっちゃいましょう。ってことで再度アステールの薄羽に話を戻そう。この武器には月の力にも似た力がある。砲波を飛ばす力だ。だが落とし子アステール自体は星の種族、月とは何ら関係がない。だがそんな落とし子アステールと月を結ぶミッシングリンクがありました。それが妖精というキーワードである。ソウルシリーズの元祖キングスフィールドのムーンライトソードは妖精由来だったはずだ。知らない人のために説明すると、そもそもムーンライトソードはドラゴンソードという剣が素体なんよ。これは月光剣じゃないです。生蔵です。でも妖精の力を借りることによってドラゴンソードは真の力を取り戻すんよ。それがムーンライトソード、我々が目にする月光剣の元祖である。月は自ら光らないけれど太陽の光に照らされて初めて月光を放つわけだ。そう、30年前からちゃんとリアルな月の仕組みをゲームシステムに落とし込んでるんですよね。ドラゴンソードという物体に妖精の力が宿って初めてムーンライトソードになる。つまりは妖精って対応的な意味合いがあるんでしょうね。このように始まりのムーンライトソードからすでに妖精と月の力は深い関係にありました。じゃあエルデンリングにも妖精にまつわる要素があるんでしょうか。実はあるんです。こちらのテキストを見てほしい。青い踊り子、青の踊り子をかたどった布人形、とても古い伝承の遺物、装備重量が少ないほど攻撃力が高まる。青の踊り子は妖精であったという。妖精は盲目の剣士に流水の剣を授け古き神腐敗を封じたと伝わっている。そう、この妖精は古き神とその腐敗を封じたようです。その現場がここ腐れ湖だ。エインセル川の下流に広がる腐れ
腐湖は外なる神の一体、その神聖の封印の地であったという、触れると猛毒に侵されるヤバい湖ですね。でどうやらこの封印された古き神ってのが邪神アッセールちゃんだったようです。てのも実際腐れ湖の先を石の棺のエレベーターで降りたところにいるのが邪神ちゃんですからね。よ、つまり落とし子アッセールには腐敗をもたらす力が備わっていたのは間違いない。でその腐敗を封じたのが妖精伝えし流水の剣だったわけだ。で流水がなぜ腐敗を封じられるのって思うけれど、その答えがこれ。青布の衣、遊牧民の服、布地の青は清涼な流水の象徴であり、その剣もまた流れる水が如くである。停滞はやがてよどみとなり腐りゆく、常に流れゆき、とどまることなかれ。現実世界でもバケツに水溜めて放っておくと腐ってしまうけれど、ずっと流れ続ける川の水なんかは腐ってないよね。つまり停滞することが腐れにつながるんであれば、踊りのように動き続けることこそ腐敗を防ぐ唯一の手段だったわけだ。でそんなわけで妖精は腐敗を封じる力を持っていたのである。ここまで聞くと、なるほど、邪神アステールちゃんを倒したのは妖精の踊り子さんなんだねって思いますよね。でも違うんですよ。アステール生き残ってます。お前生き残ってたんかいってね、戦ってみたら超元気、ピンピンしとるやんけ。話が違うぜ妖精ちゃん。でもちょっと待ってほしい。青い踊り子の妖精さんは自分で直接アステールを退治したわけじゃないよ。盲目の剣士に委託してます。はあ、盲目の剣士ね。でもそんなやつ見当たらんくない？どちらかというと全画面アステールちゃんだよね。可愛いビーム。しかし皆さん、妖精さんは盲目の剣士に流水の剣を授けたわけだけど、これいわゆる比喩表現みたいなもんなんじゃないかな。先に結論を言うと、この邪神アステールちゃんこそ流水の剣を授けられた盲目の剣士だったんじゃなかろうか。なんだって。でもね、これにはいくつも証拠があるんだ。まず思い出してほしいねんけれど、落とし子たちって尊いものと醜い生き物の愛の子やん。でライカードの正体も老いた蛇に食われたデミゴッドだったよね。じゃあ妖精さんと邪神アステールちゃんが子作りしたら、いやそんなわけないか。でもアステール一族は光のない暗黒出身やん。これ妖精が剣技を授けた盲目の剣士という属性に当てはまらない？いやいや、盲目の剣士とお前落とし子ちゃん剣技使わへんやろって思うかもしれませんが、これ見て。流水の極剣、青の剣士の伝承に語られる流水を模したという極剣、強攻撃の踊るような連撃に伝承の片鱗を見ることができる。妖精の伝えた流水の剣技はどうやら極剣にまつわるもんだったようです。そんでアステールの薄羽も同じく星の魔力を帯びた薄羽の剣、特に強攻撃は魔力の硬派を伴う。おやおや、かつて永遠の都を襲ったという暗黒の落とし子の異物から作られた。おやおや、両者とも強攻撃に連撃要素と踊るような特徴があるんだよ。不思議。まあアステールが妖精さんパワーで封じられたもんであるならば、ヤスの武器に妖精さん要素が逆流入しててもおかしくはないかもしれない。ところでさ、アイスの足元見てほしいんやけれど、なんでこんなに綺麗な水なん？邪神アステールちゃんって腐れ神やん。なんで綺麗なの？しかもこの場所って上の腐れ湖の毒の水が流れ着く場所ですよね。下流も下流、本来であれば一番濁っててもおかしくない世界の最下層なのに、やたら水が綺麗なのはなぜ？そりゃここに水を浄化するやつがいるからじゃないでしょうか。そう、このアステールのいる場所の周りだけは綺麗な水になってるんですよ。これは一体どういうことや？ちょっとまとめるよ。もともと初期から妖精と月光には深い関係がありました。で永遠の都は古き神に月を奪われました。妖精は古き神を鎮める力を持っていました。そして腐敗に抗するは流水の力です。ではここから月は流水を生み出すんだ。月の満ち欠けで海に波を作るんだよね。でもそれだけじゃない。風を生み出すことができるんだ。他にもいろいろ生み出すことができるけれど、いわば地球にとって月って動きをもたらすものそのものなんだ。それはつまり月の力には腐敗に抗う力があったってことじゃないかな。月の裁き、それを司っていたのが伝説の青い踊り子だったわけだ。そういやさ、落とし子って食らった相手の力を吸収するよね。で腐敗をもたらす古き神がもし仮に浄化をもたらす月の力を取り込んでしまったらどうなると思う？多分自分で自分を封じることになると思うんだ。実際さ、現在進行形で落とし子の周りだけ綺麗な水場だよね。これって元は腐れ神にもかかわらず月の力を取り込んでしまったからじゃない？そういやね、アステールの薄羽はなぜか月光波にも似たものを話すけれど、これなんで？ノクステラが永遠に月を失ったのはなんで？答えは一つ。落とし子がノクステラの月を飲み込んでしまったからとしか考えられない。いやもう一歩踏み込んでいよう。ノクステラの月の正体こそ流水の剣を授けた青い衣の踊り子、伝説の妖精さんであったのだ。そう、妖精さんは自ら食われてアステールの一部になることにより、その腐敗の力を内側から封印したんじゃない？なぜなら邪神アステールを封じる唯一の方法がそれしかなかったから。究極の自己犠牲を、そして自分の思いと悪しき神が一体化することによって生まれ変わった姿こそ、そう流水の剣を授けられた盲目の剣士であったのだ。盲目の剣士っていわば残されたノクステラの人々が後の世に伝えた比喩表現だよね。いやでもそんなことができるんですか？神が一人の踊り子を食らった程度で心変わりしたりするの？できるんです。だってヘビ人たちがあんなにも人間臭く悩んでいたじゃないですか。良くも悪くも心は引き継がれてしまうようです。それにノクステラの月の効果がまさにドンピシャなんよ。これ装備すると記憶を保持し続ける効果があるんですよ。そうだからこそ悪意の神の中に取り込まれたノクステラの食らいつき、改め青い衣の踊り子は人だった頃の記憶を忘れなかったんじゃなかろうか。自ら怪物になるという凄まじい罰を受けてなお、そう
のあることでしか腐敗の神を封じることができなかったからだ。そしてだからこそアスエールのいるところだけあれだけ浄化されていたんです。究極の自己犠牲を。そう、これがノクステラの踊り子妖精さんの意志であり、望まぬ形で妖精の力を引き継いでしまったアスエールちゃんの末路でした。ゾワーってしません？合ってるかどうかはさておき、僕はそういう物語が好きです。で、多分ねこれマレーニャンに繋がっていくと思うんだ。ここがここがどう繋がるかは今考察してます。なんかアイデアあったらコメントで教えてください。こっからマレーニャンに繋げてみせます、いつかね。何にせよそんな月を食らったアスエールが取り込んだ妖精の力、月と妖精、まさにムーンライトの物語。これこそエルデンリングにおける最も古い月の力の一つでした。というわけで次回、流水と腐れ病について。実は今回語りきれなかったことがたくさんあるんですよ。多分アステールは狂い人とかにも関わってると思うしね。アステールビームとかフーレス強化じゃん。それに盲目の剣士のくだりも狂い人を交えないとちゃんと回収できないからね。というわけでいいねやチャンネル登録して楽しみに待っていてください。いや熱くなったな今回。あとゲームも作ってるんでそちらもお楽しみに。以上なるにーでした。じゃあね。